ようこそ裏路地へ。このチャンネルでは古今東西で語られてきた神秘業を中心に、その奥に潜む構造や意味を分かりやすく紐解いていきます。信じるかどうかはあなた次第。ただし知ってしまったら元には戻れないかもしれません。では今夜の話へ。脳が沈黙する究極の静寂、士官多座。目的を捨てた究極の静寂。静寂の中に身を置き、背筋を伸ばしてただ座る。この一見単純な行為の背後には、深遠な哲学が横たわっており、それを士官多座と呼びます。多くの瞑想が心を落ち着かせるためや、能力を向上させるためといった目的を持つのに対し、士官多座は何の目的も持たず、ただ座ることそのものを完成とみなす異色の修行法です。私たちは常に何かのために行動することに慣れすぎていますが、この修行はその執着から自分自身を解き放つための静かな革命と言えるかもしれません。道元の弓道。なぜ座るのかという疑問。この士官多座を日本に広めたのは、鎌倉時代の僧侶、道元禅師に他なりません。彼は幼くして両親を亡くし、世の無常を深く感じて比叡山へと登りました。しかし、当時の天台宗で説かれていた人は本来悟っているという教えに対し、もしそうならばなぜ厳しい修行をしなければならないのかという鋭い疑問を抱くことになります。この根本的な問いが彼を突き動かし、真実の仏法を求めるための命がけの旅へと旅立たせる原動力となったのです。南宋への渡海。本物の死を求めて。道元禅師は日本での教えに満足できず、ついには荒波を越えて中国の南宋へと渡る決意を固めました。当時の中国では様々な禅の流派が隆盛を極めていましたが、彼はなかなか自分を納得させる死に出会うことができずにいました。そんな折、天童山にて如常禅師という真の死に出会い、運命が大きく動き始めます。如常禅師は、形式的な学問や家事祈祷を一切否定し、ただひたすらに座ることを強調する、多座を指導する人物であったからです。如常禅師との開口、心身脱落の衝撃。ある夜、座禅中に居眠りをした修行僧を、如常禅師が心身脱落であると厳しく叱責しました。その言葉を聞いた瞬間、道元禅師の心の中にあった最後のわだかまりが消え去り、体も心もすべてのこだわりから脱落するような深い体験をしたと言われています。これこそが悟りの瞬間であり、彼は死の前に進み出て、自分が求めていた真実をようやく掴んだことを報告しました。この時、何の飾りもない、ただ座るという士官多座の真髄が、師から弟子へと完璧に引き継がれたのです。日本への帰還。空手元凶と垂直の花。修行を終えて帰国した際、道元禅師は、私は手ぶらで帰ってきたという意味の、空手元凶という言葉を残しました。経典も仏像も持ち帰らず、ただ、目は横に、鼻は垂直にあるという当たり前の事実を確認しただけだと語ったのです。これは特別な超能力や神秘体験を求めるのではなく、あるがままの現実を受け入れることこそが最大の悟りであるという士官多座の確信をついた宣言として語り継がれています。正法現像の世界、言葉で描く悟り。日本に戻った道元禅師は、自らの体験と哲学を凝縮した大著、正法現像の執筆に取り掛かりました。その難解かつ美しい日本語の表現は、宗教書としてだけでなく哲学書としても世界的に高く評価されています。彼はその中で、時間と存在の不思議や、自然のあらゆる営みが仏の姿であるという世界観を展開し、士官多座が単なる肉体の訓練ではなく、宇宙そのものと一体化する行為であることを論理的に説明しました。士官多座の構造、座ることがすなわち悟り。
一般的な考え方では、修行は悟りという目的地へ行くための手段とみなされがちです。しかし道元禅師は、修正一等という概念を提示し、修行と悟りは別物ではないと説きました。座っているその瞬間の姿こそが仏そのものであり、座り終えた後に何かを得るのではなく、座っているそのプロセス自体が目的の完遂であるという逆転の発想です。この考え方があるからこそ、私たちは未来に期待をかけることなく、今この瞬間の自分に完全に安住することが可能になります。非思慮、思考の濁りを抜ける知恵。座禅をしていると、嫌でも様々な考えや雑念が湧き上がってくるものです。止観多座では、その思考を消そうと努力するのではなく、考えが浮かぶままにしつつ、それを追いかけない、非思慮という状態を重視します。思考を無理に抑え込む、不思慮でもなく、ただ思考が流れるままに放っておくことで、心は自然と澄み渡っていきます。これは、泥水が静かに置いておかれることで、やがて透明な水へと戻っていく過程に似ていると言えるでしょう。曹洞宗と臨済宗、漢那禅との違い。禅には大きく分けて、道元禅師の曹洞宗と、栄西禅師らが広めた臨済宗があります。臨済宗が公案と呼ばれる矛盾した問いを頭で考え抜く、漢那禅を特徴とするのに対し、曹洞宗は一切の計らいを捨てる、目標禅を追求します。どちらが優れているということではなく、止観多座は徹底的に言葉や概念による理解を排除し、体全体で沈黙を受け入れるというアプローチを取る点に大きな特徴があるのです。永平寺の開僧、新山幽谷での修行。道元禅師は京都での政治的な騒がしさを離れ、福井県の越前に永平寺を建立しました。俗世間との関わりを断ち、厳しい自然環境の中で修行に専念することが、止観多座の精神を純化させるために必要だと考えたからです。雪深い山奥での生活は極めて過酷なものでしたが、そこでの一挙手一投足、食事や掃除のすべてが行として位置づけられ、後の日本の禅文化の基礎となる厳格な作法が確立されていきました。不観座禅儀、全人類へ開かれた門。道元禅師が表した不観座禅儀は、その名の通り、身分や性別を問わずすべての人に座禅を進めるための案内書です。彼は悟りとは一部の特別な才能を持つ者の専売特許ではなく、誰であっても正しく座ることでその恩恵に預かれると断言しました。この普遍的な姿勢があったからこそ、禅は時代や国境を超えて、現代の西洋社会にまで大きな影響を与える精神的支柱となり得たのです。科学の視点、脳波とデフォルトモードネットワーク。現代の脳科学において、止観多座の状態にある高層の脳波を測定すると、非常に興味深いデータが得られます。リラックス状態を示すアルファ波が強く出ると同時に、覚醒を示すベータ波も共存しており、リラックスしながらも高い集中力を保っていることが分かっています。また、何もしない時に活発になる、デフォルトモードネットワークと呼ばれる脳の領域が抑制されることで、脳のエネルギー消費が抑えられ、精神的な疲労が劇的に軽減されることも解明されつつあります。心身への効果、ストレス社会への処方箋。止観多座を継続することで、私たちは感情の波に飲み込まれにくくなるという実利的な効果を享受できます。何かが起きてもそれを客観的に眺められる余裕が生まれ、結果として不安や怒りといったストレス反応が緩和されるのです。これは、ただ座るという無目的の時間が脳をリセットし、自律神経のバランスを整えるための最も自然な薬として機能しているからだと言えます。心身が整うことで、私たちは本来持っている生命力を最大限に発揮できるようになります。現代に生きる止観多座、日常の神聖化。道元禅師の教えは、
座禅以外の日常動作においても、ただそれをすることを求めます。歩くときはただ歩き、食べるときはただ食べるという、動作そのものへの全集中の勧めです。現代人のように複数のタスクを同時にこなすマルチタスクの生活では、心は常に分散し、疲れ果ててしまいますが、一つのことに没入する士官多座の精神を日常に取り入れることで、平凡な毎日の中に神聖な輝きを見出すことが可能になります。ただあることの輝き。士官多座の旅路の果てにあるのは、自分という壁が消え去り、世界と分かちがたくつながっているという安心感です。私たちは何かを達成しなければ価値がないと思わされがちですが、道元禅師は、ただ座っているその姿がすでに尊いのだと優しく教えてくれています。今日という日の一角で、ほんの数分でも座る時間を持つことが、あなたの人生に静かな調和をもたらすきっかけになるかもしれません。一歩も動かず、何も求めないその瞬間に、実は宇宙のすべてが収まっているという事実に気づくとき、本当の自由が始まります。というわけで本日はこれにて終了とさせていただきます。このチャンネルでは今後もその奥にある構造や意味をわかりやすく紐解いていきます。知的な面白さを届けたい。信じるか否かを超え、世界を新しい視点で捉える見えない地図をこれからも広げていきたいと思います。今回の動画であなたの内側に何かしらの気づきを感じていただけたらぜひ高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。それではまた次回裏路地でお会いしましょう。